こんにちは。今回はファスナーが主役のポーチを作りたいと思います。準備するものはファスナー50センチ、留め具が樹脂製になっているフラットニットファスナーがおすすめです。チロリアンテープが50センチ、幅は約1センチです。それからループをつけたい場合はリボンかテープを約6センチ必要となってきます。まずファスナーを留め具のところまで、開けます。ファスナーを裏返しにしまして、ファスナーの下の部分ですね、こちらを、折り返しまして、金具のところから指で押さえた三角の先の部分までが約 5.5 センチになるように調整します。約 1,2 ミリファスナーが重なるようにしておきます。折り曲げ箇所が決まりましたら待ち針で留めておきます。待ち針を留めたところから金具のところまでをジグザグミシンで縫っていきます。今回は分かりやすくするために赤い糸で縫っていきます。金具から下の部分は、左上に、三角の状態に上げておきます。このようにジグザグミシンで縫い付けました。留め具の端を、三角の状態に折り曲げてファスナーを内側に、カーブさせて固定させます。このカーブの付け方がちょっと緩かったりしますと最後三角の形にならなかったりしますので、少しきっちりめにカーブをつけていただくのがポイントかなと思います。待ち針で留めましたらまた待ち針の下のところから、別の留め具のところまでまたジグザグミシンで縫い合わせていきます。留め具から先のファスナーの余分な部分は、少し内側になるように、ジグザグミシンをかけておきます。このように留め具のところまでジグザグミシンで縫い合わせました。ファスナーを先ほど縫ったところまで閉じます。ファスナーの縫っていない方の留め具を先ほど縫った留め具に、合わせます。間が1センチぐらいになるように、待ち針で留めます。位置が決まりましたら待ち針で留めます。ファスナーを少し開けまして、丸くなっているところをまた 1,2 ミリ重ねまして、先ほどと同じようにジグザグミシンをかけていきます。
これでファスナーの縫い合わせが全て終わりましたので、ファスナーを閉じてみます。このように三角のポーチが出来上がりました。角のところですね、3箇所、このように、ミシンで縫えていない箇所がありますので、こちらは手縫いで縫っていきます。ループをつける場合は半分に折って端っこを仮留めしておきます。ファスナー留めのところに手縫いで縫い付けます。ループ部分と先ほど間の空いていた3箇所を手縫いし終えました。ファスナーを開けてみます。このように三角ポーチが出来上がりましたので、次にチロリアンテープを縫い付けていきます。両端を三角にして手縫いで縫い付けます。端っこの三角の部分のみ細かなかがり縫いをしまして、直線部分は上に縫い目が目立たないように並縫いをしていきます。本来ですとこのまま並縫いを続けるんですが、このチロリアンテープが
ナイロンがかなり入っているようで、ちょっと縫っていくと波打ってしまいますので、この角っこの三角以外は今回はミシンで縫いました。テープの素材や特性を見て手縫いかミシン縫いか、決めていただければと思います。もちろんミシン縫いの方が早いんですけれども、見た目的にちょっと縫い目が目立って嫌だなという場合は手縫いで目立たないように縫っていくというのがいいのかなと思います。でこちらは、茶色い糸で、ジグザグミシンをかけて、チロリアンテープも手縫いで、縫ったものになります。お薬や小さな小物などを入れたり、小銭入れにもなる小さな可愛らしいポーチです。よろしかったら作ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。